ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、こんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はですね、息子の発達障害の診断が下りるまでの4年半をちょっと振り返って、で特に家庭が崩壊していく時のちょっと思い出エピソードを話してみたいと思います。今はこうやってね、ちょっと笑ったりとか、あるいは人って苦しい記憶を笑いで緩和させるっていう癖が出るらしくって、笑うとアドレナリンが出るのかな、痛みが和らぐらしいので、どうしても笑いながら話すことも私もあるかもしれないんですけども、当時は本当に苦しくって辛くって、お先真っ暗、もう暗闇の中のトンネルをずっと、出口の見えないトンネルをずっとさまよってるような感じでですね、私も夫もメンタルをかなりやられておりました。で、ASD とか ADHD とかっていう発達障害の特徴っていうのは様々ありまして、うちの場合は特に睡眠障害と、あとは多動とか衝動性もあるんですが、こだわりが強くって癇癪につながるというのが一番大きな困りごとでした。なので同じく発達障害っていうご家庭、お子さんお持ちのご家庭も、うちの場合とはちょっと違うなとか、そういうケースたくさんあると思いますので、あくまでもうちの思い出というか、我が家の場合という形で聞いていただきたいです。で、もし我が家と同じようなパターンのご家庭があった場合は、とても共感いただけるところがあるんじゃないかなと思いますし、今日この動画はただただ大変でした、辛かったですということを話したいのではなくって、そういう場合はやっぱり自分自身でサポートとか味方を探しに行かないといけない。自分と子供の理解者を自分の足で探しに行かなきゃいけない。その選択肢の一つに医療というものがあった方がいいというような、私のちょっと気持ちを入れさせていただいております。でも本当にそうなんですよ。なんていうのかな知的の遅れがないタイプの発達障害って、あとは我が家みたいに保育園では全然普通に頑張れてしまうタイプの子って、どうしても外で頑張ってるからお家で荒れちゃうのかな、受け止めてあげなきゃなとか、いや我々の育児スキルが低すぎるのかなとか、内に抱え込んでしまうことって非常に多いと思うんですよ。だけど振り返って思うのは、やっぱり家庭が崩壊してしまうほど、夫婦のメンタルが壊れてしまうほど追い詰められるっていうのは普通の状態ではないので、育児なんてもうどれだけの歴史があるかって話じゃないですか。人類誕生してから、あるいはもう哺乳類はずっとやっているわけですし、恐竜だって育児してきたわけだし、あまりにも辛いばっかりだったら、どこかで生命って途絶えてると思うんですよね。だけど本当にもう無理だなって思うような日常が続くっていうことは、親のスキルの問題ではなくって、子供の特性が強いっていうことだと思うんですよね。なのでそこでご自身を責めずに、そうか、知的な遅れもないし、外で指摘されたこともないけど、家でこれだけ苦しいってことはおかしいことなんだ。じゃあ他者に助けを借りてみようかな、お医者さんに相談に行こうかなっていう一つのきっかけになったら嬉しいなと思います。というのも、私自身がなかなか受診に至るまですごく時間がかかったと思っていて、心身ともに夫婦ともに限界はかなり前から感じていたんですけど、やっぱり外でできてるし、自分たちが下手なのかな、よっぽどとか思ってしまってたんですよね。で、やっとフォロワーさんからアドバイスというか DM をいただいて、そうだよなって気づいて医療につながれて、本当に救われたんですよ。そういった経験があるので、
みんながみんな同じ状態とは思わないですけれども、でもやっぱり子育てって普通でも大変だし、特性が強ければもっともっと大変だしっていうことがあるので、自分たちで抱え込まずにどんどん周りに相談して、自分と子供の理解者をたくさん作るっていうことが本当の意味の育児スキルなんだろうなと思います。はい。ちょっと動画の結論から申し上げたのでもうフィナーレ感があるんですけれども、それでは一体どんなですね、崩壊の様子だったのかっていうのをちょっとお伝えしたいと思います。息子が0歳から診断されるまでの、様子っていうのは過去の動画で上げているので、ざっくりはね、その動画をご覧いただきたいなと思うんですけれども、本当に1歳の時から自傷行為を伴う癇癪だったり、休みの日は朝から晩までもうずっとキャーって泣いて怒ったりっていうのがありましたし、ドライブ中も1時間でも2時間でもずっとキャーって泣いて怒っているので、泣くっていうその声ってすっごく威力があるじゃないですか。赤ちゃんとか子供の泣き声って。で、そのもうストレス耐性が結構1歳の時で限界に達してたんですよね。で、0歳も1歳も夜泣きがひどかったですし、夜起きてくるのは今でもありますし、夜も落ち着いていられないっていう状態ではあったので、ベース私たちは子供が生まれてからかなりストレスは蓄積されていました。ただ、自分たちで言うのもなんなんですけれども、割とストレス耐性が強かったりとか、子供を受け止めてあげたいっていう気持ちが強かったりとかしたので、1歳2歳ぐらいまでは耐えてはいたんですよね。外で頑張ってるから、じゃあお家ではやりたいって言ったこと全部やらせてみようかなとか、保育園から帰ってきてもギャー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 言ってお外行くっていうので、夕方もう6時とか外真っ暗なのに気の済むまで砂場で遊ばせてみたりとか、何がいいのか私もわからなくって、スケジュール通りに進めてみようとやったこともあれば、もう本人が望むままに外で遊ばせてみようってこともあれば、いろんなこともしてたので、かなり心身ともに蓄積されてたんですよ、疲労が。で、3歳くらいまではまだ見た目もね、子供って幼児っていう感じだし、抱っこも軽々できちゃうし、なんていうのかな、外で頑張ってるからお家では甘えさせてあげたいなみたいなところが強くて、私たちも頑張ってたんです。だけどやっぱり本当に限界を感じ出したのは息子が4歳過ぎてからなんですよね。4歳の誕生日に本人のね、好きなものを買いに行ってケーキを準備して誕生日会を開いたんですけども、息子は当時はかなりなんていうの、天の弱というか、その楽しそうっていう、楽しく私たちがさしてあげたい、楽しい空気を作ってあげたいっていう、そういう空気感がすごく嫌だったみたいで、急に機嫌がカッて変わるんですよね。で、誕生日の歌を歌ってたその途中で急に感触切れ出して、もうその4歳の誕生日、今でも覚えてるんですけど、その瞬間我々も何かプツって切れてしまって、もうケーキも片付けて誕生日会中止みたいな、1週間後に仕切り直して行ったんですけど、怒りそうだなっていう時が分かる時もあれば、全く分からない時もあって、今ここ切れる要素あったみたいなことがやっぱりすごく多かったんですよ。4歳ぐらいから予測不可能みたいな。で、今思い返すと本人のこだわりもあったでしょうし、こうすればパパとママがアテンションしてくれる、気を引けるって思ったのもあると思うし、あるいはもう我々のストレスが溜まりすぎて、常にピリピリしてたっていうのが本人に伝わってたのかもしれないんですけど、4歳はね、本当にね、悲惨な環境でしたね。外で遊びに行くにしても、サッカーボール持ったりとか自転車持ってったりとか公園で遊びに行くにしても、本当に普通に遊んでただけなのに急に切れたりとか、急に感触になったりとか、もう
わけわかんないんですよね。で、我々も休みの日に楽しませてあげたいなとか思っているので、ギャップがすごくて、楽しませたいなからの予測不能な、もう切れ散らかして感触バーンみたいな。例えばなんかお菓子作っててうまくできませんでした、切れるならわかるんですよ。まだ手先も不器用なところがあるだろうし、ベタベタくっついて嫌だとか、それは予測できるんですけど、本当によくわかんないとこで急に態度が変わる、機嫌が変わるっていうのが、私も夫もかなり強いストレスになっちゃったんですよね。やっぱりいつどこで起こるかわからない人と一緒にいるっていうのは、大人でもすごい強いストレスだと思うし、それが小さい子供であったとしても威力っていうのはものすごくって、で、私たちももうどう扱えばいいのかわからなくなってたので、当時もう一気にお通夜モードみたいな、チーンって、またこのパターンか、またこのパターンか、もうやめてくれ、もういい加減にして、いやみたいな、もう本当にこうドラマでいうこう展開が悪くなっていくというか、そういう日常でした。もう毎日そんな感じ。それである時ですね、夫の様子がちょっと変わってしまいまして、私はなんかもういやーみたいな感じに時々なってはいたんですけど、夫はなんかもうピタッと感情がなくなっちゃうみたいな、焦点が合わないみたいな、そういう状態になっちゃったんですよ。それが4歳になってすぐかな、ちょうど2年ぐらい前の話なんですけど、でこう日中ね、こう仕事をしてるのかなと思ってそーっとこうドア開けても何にもしてないんですよ。仕事もしないでただぼーっとしてるんですね。でそれを見た時に私はちょっとこれまずいなと思って、なんかこう鬱っぽいっていうんですか、私は適応障害っていう診断をもらったことがあって、うつ病にはなったことはないという感じではあるんですけど、なんか当時の私にすごく似てるというか、何もこう気力もない、やる気もない、考えられない、なんか喋れない、仕事できないみたいな、そういう無気力感っていうんですかね。でなんかもう焦点合わないんですよ、話しかけても。これすごいまずい状態だなと思って、原因はもう子供っていうのは明らかだったので、もう子供に一切関わらなくていいので、ご飯も別々のところでとって、でなんだったらもうお互いの避難場所としてもう一部屋ちょっとマンション借りようかっていう話もしたんですよね。で一部屋借りようと、でそこにも避難してほしいという話をしたんですけど、やっぱり夫も、責任感が強かったり優しかったりするので、私一人にあの子を任せるのは本当に申し訳ないと、ひろみも辛いだろうからっていうことで、こうそこは堅くなに拒まれたんですよ。だけど当時の私の心境としてはもうそういう夫を見るのもしんどかったですし、どっちのケアも正直できないと、子供と対峙するのも精一杯だし、夫のケアなんてもう気が回らないと。だけど例えばその夫と子供が触れ合った時に夫の状態が悪化するのは目に見えているので、そこじゃ触れ合わないようにするっていうのも大変じゃないですか。子供は夫のところに行きたがるので。だから私のためにもちょっと借りて住んでほしいとは言ったんですけど、それはできないっていうふうに言われたので、家庭内別居をしました。家庭内別居っていうのも本当に夫は夫の部屋で一日過ごしてもらうと、ご飯もお盆に乗せて持ってってもらうと、でお風呂も寝かしつけももう全部私が息子のことをするっていうので離れさせました。でもう一つやったのは、夫にはカウンセリングを受けてもらって、やっぱりその男女で比べるのも今の時代ナンセンスかもしれないですけど、やっぱり女性の方が話すの慣れてるんですよね。で私は保育園の先生に連絡ノートにいつもこう相談とか昨日の困りごととかを書くことによってちょっとは発散できてたんですよ、ストレスを。なんですけど夫は全然そういうことをしてなかった。私はもう一つ言うと、当時インスタグラムのストーリーズで日々のこう辛いことっていうのを吐露させてもらっていたので、そこでもちょっと発散はできてたんですよ。だけど夫は全くそういうことしないし、誰ともこう話さないから、ちょっと話してごらんということでカウンセリングを受けてもらいました。
でもう一つはやっぱり家でじっとこうねしてると血流も悪くなるし、考え方も肯定していかないから、ちょっと体を鍛えたりとかリフレッシュしてほしいということでジムに行ってもらったりとか、その家庭内別居とカウンセリングとジムと、あとは毎日ちょっと私がお弁当を作って栄養をもうちょっとちゃんととってもらおうと。お昼ご飯いつも自分たちでこうそれぞれ用意してたんですけど、やっぱり冷食になりがちだったので、お昼もしっかり栄養をとってもらって元気になってもらおうと思ってお弁当も作ってましたね。今も時々作ってますけど、そういうことをしたら1ヶ月くらいで夫の状態はだんだん良くなってきたんですけど、もう本当に息子と触れ合う、必ずどこかでガーンって癇癪が起こる、みんなお通夜になる、私は部屋に閉じこもってやめてって言って泣く、夫は放心状態みたいな感じで、もう本当に辛い日々でした。私はもう子供を保育園にお迎えに行くだけでも心臓がバクバクしちゃって、なんならちょっと吐き気がするんですよね。また今日も夜眠りにつくまでお通夜になるんだろうなって、よくわかんないとこでキレられたり当たられたりするんだろうなっていうので、もう怖くなってたんですよね、すっごく。そんなような毎日でした。で、言葉にすると10分ちょっとで終わったんですけど、やっぱりこれをね、似たようなことを経験されてる方は共感いただけるかなと思うんですけれども、本当にね、癇癪っていうのはトラウマになりますし、夜起きてこられるのもトラウマになりますし、いつどこでどうなるかわからない予測不能っていうところも恐怖になりますし、かなり強いストレスになりますよね。で、ここまでは私の当事者としての感想なんですが、当時振り返るとやっぱり息子もすっごく大変だったと思うんです。なんで自分がこうなっちゃうのかわからない、こうなった時にどうすればいいのかわからない。で、親は親で対応分かってないので、親の対応も間違ってたので、間違った対応させられて、受けて、間違った学習して、またさらに癇癪が強化されて、それでまた家庭をチーンとさせてしまうっていう、本人もね、本当にしんどかったと思います。当時は自分たちばっか苦しいって思ってましたけど、今振り返ると息子の方がね、すっごく辛かったと思う。だってどうしたらいいかわかんないんですもんね。だけど何かこう破壊したくなる気持ちとか嫌な気持ちがわーって湧いてきちゃう。それは本人のせいではない。なのでやっぱりこう親が何とかしなきゃいけない。だけどその何とかするっていうのも親も限界があるので、一般的な方法でダメだったらもう医療につながるのが私は一番ベストだと思います。というのも療育の話とかもよく聞くんですよ。お友達から通ってるお友達とか視聴者さんからお話を聞いたりするんですけど、やっぱりこう療育現場で専門的な知識を持たれてる方ってまだまだ少ないみたいで、日々の困りごとがすごく減るっていう、結果が出るっていうことはほとんど聞いたことがないんですよね。療育に行ったことで日々の困りごとが減りました。そのできることは増えるかもしれないです。そのお片付けができるとか、お友達と関わり合えるとかあるかもしれないんですけど、うちみたいに外で頑張れてる子が療育に行ったところで、療育でまた頑張っちゃって、ストレスを抱えて家でまた爆発するっていう意味では、じゃあ家での困りごとを減らすっていう目的にはならないじゃないですか、療育に行くことが。で、お医者さんと話したり、視聴者さんの話を伺ったり、お友達の話を聞いたりしても、やっぱりそういった現場に我が家でいう困りごと、大きな癇癪が出てしまったりとか、こだわりが強すぎるとか、それがゆえに生活の困りごとにつながっちゃうっていうことに対して正しい知識をもとに対応できるっていう人はまだまだ全然足りないっていうふうにも伺っています。なので、選択肢として療育に行くっていうのもすごくいいと思うんですけど、もし
家での対応でも結果出ない。じゃあ療育に行く。療育に行っても結果出ない。であれば、専門家に相談をするっていうのは、必ずオプションとして入れた方が、私はいいと思います。はい。で、民間の療育が悪いっていうことではなくって、なんて言うんだろうな、冷静に今自分たちが困っていることは何なのか、この子に必要な対処対応っていうのは何なのかっていうのを一歩ちょっと引いて冷静にね、見ないといけないなって、判断しないといけないなって思います。親も追い詰められてるとなかなか冷静な判断ってできないと思うし、些細な一言がぐさぐさ刺さってしまって心を閉ざしたくなる時だってあると思うんですけど、でも親子にとって何がベストなのかっていう、自分たちが苦しいだけじゃないと一番困ってるのは本人なわけですよね。本人にとって一番いい方法っていうのを常に冷静な目で探して選んでいくっていうことが、私たち親には本当に必要なことだと思います。で、冷静になれない場合は当事者の話を聞いたりとか、同じようなお悩みを持っている方の話を聞いたりとかして、ちょっと共感を得られると人って落ち着いたりとかもするので、落ち着く術をまず探したりとか、私はお医者さんに相談をするか、カウンセラーさんと話をするか、夫と話をするかっていう感じではあるんですけど、そういう窓口をいくつか自分の中で持っておくっていうこともとてもとても大事だと思います。はい。ということで、今日ちょっといろいろな話をしたんですけれども、本当に家庭内のね、なんていうのかな、辛さっていうのは、当事者じゃないと本当にわからないと思います。私もこういった話を親とかいろんな人にしても、いやでも外では頑張れてるんでしょの一言で片付けられてしまったりとか、子供は泣いたり怒ったりするよっていう一言で片付けられてしまったりっていうことが非常にたくさんありました。だけどやっぱりここまで追い詰められる状況っていうのは普通じゃないなという感覚っていうのはやっぱ正しいので、自分の感覚を大事にするっていうのもすごく大事かなと思います。この動画が少しでも参考になっていれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。